孤立という特権の終焉。私たちは今、歴史の分断点に立っている。深い森の奥、荒れ狂う冬の海、地図にも載らない未開の地。そこには常に圏外という静寂があった。それは文明から切り離された絶望であり、同時に人類に残された孤立という特権でもあった。しかしその特権は今夜、終わりを迎える。ジェフ・ベゾスが私財を投じ、10年の沈黙を破って完成させた巨大ロケット、ニューグレン。フロリダの空を切り裂く火柱が運ぶのは、人類の日常を根底からハックする空飛ぶ基地局だ。3つの試練、そして間全体への到達。なぜ今日が世紀の打ち上げなのか。ニューグレンが歩んできた3つのステップに、その答えがある。1回目飛ぶだけ宇宙へ荷物を届けた後、1段目ブースターは自力で地球へ帰還。海上にある着陸船ジャクリンへの垂直着陸に挑みました。着陸船の甲板まであと数メートルの距離まで迫りましたが、最終的に制御が間に合わず、船のすぐ横の海面に激突。大きな水柱とともに機体はバラバラに散りました。よって半分だけの成功。2回目飛んで、モドルナ社の火星探査機 ESCAPADE2 機を極めて正確な軌道へと送り出しました。打ち上げ着陸ともに一点の曇りもない成功を収めた瞬間です。2回目では1回目に大破した場所と同じ着陸船ジャクリンの甲板へ垂直にかつ静止するように着陸しました。機体は無傷で回収されました。垂直着陸に成功し、再利用への扉を開いた。そして今夜3回目、前回宇宙から生還した機体を再整備し、再び宇宙へと放つ。ロケットが使い捨ての兵器から往復するインフラへ進化した瞬間、戻ってきたやつでまた飛ぶ。この間全体の達成こそが宇宙開発の覇権を塗り替える真実の引き金となる。ブルーバード7、空素のものがアンテナになる。今回の荷物こそが地球上のすべての生活を変える。宇宙空間で展開されるアンテナの面積はテニスコートを埋め尽くすほどに巨大だ。超巨大通信衛星ブルーバード。これまでの衛星通信には専用の受信機が必要だった。だがこの衛星は違う。私たちが今持っている何の変哲もないスマホと直接つながるのだ。高度500キロを時速27000キロでかける衛星があなたのポケットの中のデバイスを捕捉する。遭難して山奥に取り残されても空が見える限り圏外は消滅する。地球上のあらゆる場所が瞬時にデジタル社会の網の目に接続されるのだ。覇権の代償、失われる夜空の絶望。だがこの進化の裏には冷徹なまでの覇権争いがある。巨人たちが争っているのは単なるロケットの性能ではない。地球上の全データを中継する宇宙の関所を誰が握るかという未来のインフラ支配権だ。その代償として私たちは夜空を失うことになる。数万機の衛星が網の目のように地球を覆い、かつて天文学者が愛した純粋な星空は電子信号のノイズにうずもれていく。便利さと引き換えに私たちは宇宙を見上げる対象から利用する道具へと貶めてしまったのかもしれない。逃げ場のない接続社会へ。今夜19時45分、フロリダにカウントダウンが響く。人類はまた一歩未知の世界へ踏み出す。明日あなたのスマホに圏外の文字はない。それは人類の進化なのか、それともデジタルという名の檻の完成なのか。答えを知る必要はない。私たちはただその歴史が動く瞬間の目撃者になるだけだ。この動画が良かったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。